銀行に来ておよそ5時間。俺はとっくの昔に我慢の限界だった。しかもやっと窓口に呼ばれたと思ったら、まさかの出金拒否。貧乏人の口座に下ろす金なんかないでしょ。闇金で借りたら。仮にも銀行員が客に対して何ということを言うんだろう。彼女の最悪な態度と失礼な言葉が俺を突き動かした。俺は自分の事業用口座の金をすべて別の銀行に移そうと決めた。俺の名前は拓磨、33歳。自営業で貿易関係の仕事をしている。俺は今、住み慣れた町を離れて実家に戻った。母が急な病で倒れてしまったからだ。命に別状はないけれど、日常生活に不便が多い。父は早くに他界したし、俺は一人っ子で、母には近所に頼れる親戚や知人もいない。幸い、俺の仕事はパソコンさえあればどこでもできる。そこで実家に戻ることにしたのだ。母は町内の自治会長を務めていたので、俺はその代理も果たさなければならなかった。広報の配布、草刈り、自治会の話し合いの進行。自治会長がやるべきことは多い。仕事をして、母の介護をして、おまけに自治会長代理まで務める。なかなかきつかった。そんなある日、自治会内である厄介な問題が持ち上がった。訴えてきたのは数名いる班長の一人、こわもてなことで知られる福田さんだった。隣町の厄介な女がこっちの町内に迷惑をかけている。なんとかしてくれないか。住民から寄せられる要望に応えるのも自治会長の役目の一つ。詳しい話を聞くと、確かに一筋縄ではいかない厄介な女のようだ。後から思えば、この時の福田さんからの訴えが全ての始まりだった。俺は問題の迷惑女、銀行員鈴木との間に大きなトラブルを抱えることになった。ある朝、住民からゴミステーションで騒ぎが起きていると連絡があった。俺が急いで駆けつけると、そこには黒山の人だかりが。中心にいるのは男女2人。1人は福田さんで、もう1人はいかにも気の強そうな顔つきの痩せた女だった。女は目つきがすごく悪くて、言葉遣いも態度も荒かった。今にも噛みついてきそうな勢いだ。声を荒げて自分の正当性を主張する女に対して、福田さんはあくまでも冷静だった。何度も説明しているだろう。あんたは隣町の住人。こっちの町内にゴミを捨てるのは良くない。曜日を守ってそっちの町のゴミステーションに捨てるべきだ。道を挟んで向かい側よ。同じ町内に住んでいるのも同然じゃないの。どうしてこの程度のことで私がごちゃごちゃ言われないといけないわけ？バカじゃないの？例のあの人に違いない。とすぐに分かった。福田さんから訴えがあった厄介な女は彼女のことだ。俺は自治会長代理として仲裁に入った。福田さんの言い分は正しい。越境してゴミを捨てるのは良くない。きちんとルールを守ろう。そう訴えた。けれど女はそんな俺のことをきつく睨んで、とんでもない暴言を吐いてきた。あんたもそこのヤクザ野郎の身内ってわけね。この方はヤクザじゃありません。あんまり失礼なことを言わないでください。まったく、なんなのよこの町は。ろくでもないやつしかいないじゃない。こんな地域に引っ越してきたのが間違いだったわ。本当に最悪。女はゴミ袋を強引につかむと、自宅マンションに帰っていった。ゴミ集積スペースがないマンションなのだろうか。気の毒なことだ。とにかく越境を許したら、ルールを守っている他の住民に対して申し訳ない。俺は自分が毅然とした態度を取ったことを間違いだとは少しも思わなかった。そんなある日、俺は母から頼まれて銀行へ向かった。委任状を渡すからお金を下ろしてきてほしいと頼まれたからだ。
自動発見機から出てきた券を取り、番号を確認して近くの椅子に腰掛ける。利用者はまばらで、俺の番号は間もなく呼び出された。行ってみてぎょっとした。窓口にいたのが先日ゴミステーションでわめいていたヒステリック厄介女だったからだ。ネームプレートには鈴木の文字。俺はこの時初めて彼女の名前が鈴木ということと銀行員であることを知った。向こうも思い出したらしい。露骨に嫌な顔をされた。小さいけれど舌打ちも聞こえた。どのようなご用件でしょう。母の代理でお金を下ろしに来ました。これ委任状です。確認いたします。かけてお待ちください。冷淡な印象を受けるけれど対応はまともだ。俺は椅子に戻って名前を呼ばれるのを待った。ところがだった。それから待てど暮らせど一向に呼んでもらえない。委任状の確認というのはそんなに時間がかかる作業なのだろうか。ようやく呼び出されたと思ったら、鈴木は俺が来るのと入れ替わりに席を立った。急ぎの用があるなら仕方ないけど、客を呼び出しておいていなくなるなんて失礼な。そのまま10分くらい待たされただろう。他の銀行員たちも妙に不安そうにしている。みんな鈴木の行方を気にしている。俺に申し訳なさそうな視線を向けてくる人もいた。結局その日、俺はお金を引き出すだけで1時間もかかってしまった。そんな出来事から数日後、俺はまた母の代わりに同じ銀行を訪ねた。いつものように自動発見機の券を取り、番号を確認して椅子に座る。なぜかこの前はかなり時間がかかってしまった。今日はどれくらい待つだろう。鈴木はいるだろうか。また彼女に当たったら嫌だな。などとあれこれ考えていた。しばらくすると窓口の電光掲示板に俺の番号が表示された。だけどアナウンスがない。普段なら表示と同時に丸番の方は窓口へどうぞと呼ばれるのにどうしてだろう。俺の後から来た利用者たちは番号を呼ばれて窓口へ向かい、用事を済ませて去っていく。取り残された状態が長く続いたので、俺は自分の番号が表示されたままの窓口を覗いた。予想した通りだ。窓口の担当者は鈴木。彼女は事務処理らしきものに精を出していた。ずっと待っているんですが。あら、そうですか。呼び出したはずですが。呼ばれていません。番号が表示されたことには気づきましたけれど。はあ？だったら早く来ればよかったじゃありませんか。まるでこちらが悪いかのような言い方だ。周りの銀行員たちは鈴木のことをちらちら見て、一様に暗い顔をしている。この銀行の雰囲気がどことなくおかしいのは、おそらくこの鈴木のせいだろう。俺はその日、大した用事でもないのに、貴重な時間を銀行で2時間も使ってしまった。そんな銀行でのやり取りから数日後、休日の昼間、街で買い物をしていた時だった。俺は同世代の見知らぬ女性から声をかけられた。何かと思ったら、彼女も例の銀行の行員だという。お客様にはたびたびご不快な思いをさせてしまって、本当に情けなく感じております。どうか鈴木に代わって謝罪させてください。申し訳ありませんでした。そうですか。銀行の顔を上げてください。何度か利用させていただいて妙な雰囲気だなとは感じていたんです。やっぱり原因は鈴木さんなんですね。はい、鈴木はいわゆるおつぼね様ですごく怖くて厳しい先輩でして。近くにカフェがあったので、俺は彼女をそちらに誘った。彼女の名前は智子。今の支店に配属されて5年ほど経つという。鈴木と俺とのやりとりを見ていて心苦しくてならなかったという。俺は自分がプライベートでも鈴木と揉めたことを智子さんに打ち明けた。こちらに非はなかったはずですし、自治会長代理として当然の行動を取ったつもりだったんですが、鈴木さんはどうしても気に入らなかったのでしょうね。プライベートでも嫌な思いをさせていたんですね。本当に申し訳ありません。
自分たちが鈴木のせいでいかに迷惑しているか、智子さんはとうとうと語り続けた。彼女は学歴もプライドも高い、猛烈に嫌味な女。冷徹で厳しく、少しのミスも許さない。やってきた若手は必ず何度か泣かされる。あんまり怖いから上司たちも厳しく言えない。私たち行員も人間ですから、気をつけていてもミスは起きます。そんな時のためにフォロー体制も整っています。ただ鈴木さんはいちいち言い方がきつくて。想像がつきます。初対面の相手に対しても失礼な言葉をガンガン浴びせてくる人みたいですからね。部下や後輩が相手ならきっとかなりひどいでしょう。俺の想像通り、鈴木はミスをした後輩にかなり厳しい態度を取るという。きつい言葉で二度と立ち上がれないほどコテンパンにされると智子は嘆いた。先輩なのだから後輩のミスをフォローして建設的なアドバイスをするのは当然のこと。だけど鈴木は相手を叩きのめすだけ叩きのめして、あとは知らんぷりをしているのだとか。彼女のせいで校内の雰囲気は悪くなり、人間関係がギスギスして個人主義に陥っている。コミュニケーションが大事な職場なのに残念で仕方ない。智子さんはため息をついた。おまけに鈴木さん、支店長とできてるという噂まであるんです。支店長には奥さんも子供もいるそうですから、二人とも本当にどうかしています。周囲は怖くて何も指摘できずにいるそうだ。浮気の件が事実だとしたら確かにどうかしている。俺はその後もしばらく智子さんの鈴木に関する愚痴や悩みを聞いてあげた。何もかも話し終わる頃には智子さんの表情はいくらか晴れやかになっていた。ある日、大学の後輩でもある地元の友人から相談を受けた。今は個人事業主をしているのだけれど、株式会社化して口座を開きたいという。俺は法人化や新規口座開設に関して経験があったので、世話を焼いてやることにした。問題は口座を開きたいという銀行のこと。俺は後輩から支店名を聞いて待ったをかけた。他でもない鈴木がいる例の支店だったからだ。けれど都合上その銀行のその支店が望ましいというから仕方ない。俺は念のために後輩に同行した。そして思った通り鈴木のところで引っかかった。実績がない法人様の新規口座の開設はできかねます。冷ややかに断言する鈴木。これから法人になるのだから実績がないのは当然だ。実績がないと無理だという鈴木に俺は食い下がった。実績ならあります。彼はこの数年個人事業主として働いていました。それは実績とは認められません。なぜです？クライアントもそのまま引き継ぐ予定です。それでもダメですか？できかねます。それは実績とは認められません。では逆に何なら実績と認められるのか。俺は粘りに粘った。会社に関する情報を記載した登記簿謄本を見せればいいのか。友人が個人で口座を開いて一定以上の預金をすればいいのか。いずれも鈴木の返事はノーだった。冷ややかな態度で実績とは認められません。結局具体的な解決策が示されることもなく、友人と俺は銀行を後にした。鈴木からあれほど冷淡な対応をされたのは、もしかしたら俺がいたせいだろうか。後で友人は別の支店を訪ねて手続きをした。何の問題もなく口座を開設できたという。銀行を訪ねると鈴木のせいで嫌な思いばかりさせられる。それでも用事があるときは仕方がない。俺は待たされるのを覚悟で足を運んだ。いつものように自動発券機で番号を取得して待合スペースの空いた椅子に腰掛ける。その日は普段よりもいくらか利用者が多いように見えた。行員はみんな忙しそうだ。ただそれにしてもひどかった。俺は延々と待たされっぱなし。途中で窓口に問い合わせるけれど、お待ちくださいと言われるだけ。どの人も
鈴木の方をちらちらと見るので、彼女がストップをかけている可能性もある。その後、俺は座って待ち続け、とうとう5時間も経ってしまった。どうして俺ばかりこうも待たされないといけないんだ。我慢の限界はとっくの昔に通り過ぎていた。その時、鈴木が俺の番号を呼んだ。俺は怒りを抑えて彼女と相対した。母の口座にあるお金をすべて引き出したいのですが。それは致しかねます。どうぞお引き取りください。はい、なぜですか？出金を拒否させていただきます。理由を尋ねると、俺が反社会的な人物とつながっている可能性があるからだという。どうやら鈴木はゴミステーションで悶着を起こした福田さんのことを言うらしい。とんでもない言いがかりだった。俺は福田さんがそんな人物ではないことを主張した。けれど鈴木は知らん顔。大きなため息をついた彼女は急に態度を変えてきた。だいたい貧乏人の口座に下ろす金なんかないでしょ。闇金で借りたら。仮にも銀行員が利用者に何ということを言うんだろう。鈴木の最悪な態度と失礼な言葉が俺の怒りに火をつけた。こうなったら仕方がない。大人げないとは思うが、俺もきっちり対応をさせてもらおう。上等だ。もうこんな銀行と取引なんかしたくない。支店長を呼んでもらおう。事業用口座にある12億、今から全部下ろさせてもらう。ほら、早く。事業用口座12億？目を白黒させる鈴木。初めて見る青ざめた表情だった。まさか俺が多額の資金を持っているとは思わなかったらしい。しばらくすると奥から支店長らしき人物がやってきた。俺より二回りは年上だろうか。頭頂部が薄くなった小太りな男性だ。支店長の金子でございます。本日はいかがなさいましたか？その口座の12億円をすべて下ろすとおっしゃっていると、そうお聞きしたのですが。その通りです。支店長さん、あなた、こちらの鈴木さんにどのような教育をなさっているんですか？私はたびたびこの人から不愉快な思いをさせられているのですが。そうだったのですか？申し訳ありません。きちんと指導いたしますので。初めて知ったような言い方ですけれど、違いますよね。鈴木さんが私に嫌がらせをしていること、他の行員の皆さんと同じように、あなたは把握していたでしょう。いや、それは。支店長という立場にありながら、こんなにろくでもない問題行員をそのままにしておいたのはなぜです？彼女と特別な関係にあって、弱みを握られているからですか？どうして？いや、違います。めっそうもありません。申し訳ありません。おい、鈴木、何をぼんやりしているんだ。黙っていないでお前も謝罪しなさい。申し訳ありませんでした。自分のせいで12億もの大金が他行に流れてしまう。そのショックのせいか、鈴木はすっかり焦然としていた。気の強い彼女が今は目に涙を浮かべている。なんとも情けないありさまだ。銀行によって、店舗によって、地域によっていろいろな事情があるのは仕方がない。でも利用者を大切にするという基本を忘れた行員がいる銀行なんて話にならない。12億円を下ろす手続きを進めるよう俺は支店長に迫った。支店長も鈴木も平謝り。その後鈴木が泣き始めて何も進まなくなったので、話は後日ということになった。それから数日後、銀行の智子さんから俺に連絡があった。鈴木が退職したという。しかも浮気の証拠写真を関係者の間にばらまき、支店長を道連れにしたのだとか。最後までろくでもない先輩でした。本当に申し訳ありませんでした。智子さんが謝ることはありませんよ。連絡ありがとうございました。俺は事業用口座の資金を移動させる話を白紙に戻した。あの支店長と鈴木がいなくなった今、そんなことをする必要はもうない。
銀行には新しい支店長がやってきて、再び健全な経営を始めることだろう。仕事をしていく上で銀行との関係はとても大切なものだ。今後も気分よく利用させてもらえることを俺は心から願っている。